あれ、ローネスさんじゃないっすか。つくも玉木は一緒じゃなかったんすか？やめてちょうだい。今はそのことで頭が痛いのよ。今更だけど、あなたたちの提案に乗ってしまったことを後悔しているわ。ついこの間までつくも玉木は未来への希望だって言ってませんでしたっけ？それが少し面倒くさいことになっちゃってね。あの子、何かやらかしたんすか？話の途中で寝ちゃったとか。特別にあの子のためにセッティングしたマンツーマンの面談中にね。よっぽどつまらなかったんすね。他の子も一緒だったら内緒話でもして友達ができたんじゃないですか。たく、あの子の心構えができてなかったってことでしょ。ナビゲーターとしての責任を十分に自覚していないのよ。私だったら満点をあげちゃうっすけどね。ナビゲーターってのはいつでもどこでも必要に応じて戦わなくちゃいけないじゃないですか。だから必要じゃない時に睡眠をとって回復できるのはそういう才能があるってことっすよ。なるほど、必要じゃない時ね。その考えは否定しないわ。でもあの子の目標はお嫁さんになることなのよ。そんな浮ついた考えでいいと思う？世界を救うことよりはよっぽど意味のあることじゃないですかね。この道を選んだからにはナビゲーターになりたいって言うべきよ。まったくもう、世界を救うとか言えば気にも留めなかったわよ。よりにもよってお嫁さんだなんて。100点満点。あなたの採点基準は雑すぎるのよ。素直な子ほど強くなるって言うじゃないですか。お嫁さんなんてよっぽど素直じゃないと言えないっすよ。あの子は自分が何を求めてるのか分かってるんすよ。その素直な気持ちで何のために戦うのか。愛。そう、愛のために戦うんす。ナビゲーターになるためにナビゲーターになるって答えよりはマシなんじゃないですかね。詭弁にしか聞こえないわね。地に足のついた生き方をする人よりありもしない妄想をする人の方がいいわけ？もちろん。希望を抱いている人は夢のない人の100倍強いっすよ。私の中ではもう1位に決まりっすね。ならつくも玉木は素直ってことでいいけど、あの子には致命的な欠点があるのよ。自分勝手っていう欠点がね。私が選んだ指導教官が気に入らなかったみたいで逃げ出しちゃったの。自分に自信があるからレベルの低い教官じゃダメってことじゃないですかね。って教官は私じゃないっすか。あの子逃げ出したんすか？そうよ。あんなの初めて見たわ。迷宮のような箱舟をまるで我が家みたいに。鑑識で探すしかなかったわ。それで今どこに？今は鑑識が見失った？満点は伊達じゃないっすね。あなたいくらなんでもあの子に肩入れしすぎじゃないの？箱舟には私ですら立ち入り禁止の区画があるのよ。軍事法廷で裁かれる可能性も出てくるわ。それでもあの子をかばえるの？いやいや、気づいてないんすか？それだけあちこち走り回ったってのに警報の一つも鳴ってないじゃないっすか。ということは超高度機密地帯に入らなかったってこと？それとも鑑識が捕捉できないほど素早いか。見方を変えれば私たちの想像以上に自由に動く権限があるってことっすね。そんな
いつでも不合格にできる予備ナビゲーターに？ね、つくも玉木は私とローネスさんが呼ばれるのにふさわしい存在なんすよ。しかも筆記と模擬戦のテストではいずれも有料の首席ね。あの試験のビデオを見ればわかるっす。模擬戦の勝率 100%、 ドライバー生存率 96%。 死者が2名いるとはいえ、あの子の判断力と実行力には恐怖を感じるっすね。筆記については調べたの？問題流出を疑いましたが違ったみたいっす。あの子のとんでもない一言が私を、この非常勤ドライバーを指導教官にするきっかけだったんすよ。未来を見たんだって、チートで答えを見たって。超能力者。興奮したっすよ。私がずっと追い続けてきたテーマっすから。でもやっぱり私はつくも玉木がナビゲーターになるのを認めないわ。ローネスさん、ドライバーには優しいのにナビゲーターには厳しいんすね。それはそうよ。自分の未来を託してくれたドライバーに対して私は責任があるの。ドライバーは問題児でも強情でもいいけど、ナビゲーターはそうはいかないわ。アイギスに必要なのは冷静な頭脳で人類の未来を切り開くナビゲーターよ。私が問題にしているのはつくも玉木の能力じゃなくて性格上の欠点なの。あの子には任せられない。あんな不安定なナビゲーターにドライバーを委ねるなんて賭けでしかないわ。警告です。警告です。ダニューブ近海で高濃度の総務が発生しました。各戦闘員は戦闘の準備に入ってください。指導教官のところへ行かなくていいのか？大丈夫だよ。私この戦いの結末を見てるからダーリンに協力するね。行動許可がなければ出撃できないぞ。それに俺の戦い方は普通のナビゲーターとは違う。知ってるよ。ドライバーと一緒に出撃するんでしょ？ああ、だから俺が戦ってる間はここでおとなしくしているんだ。やだ、ダーリンと離れたくない。昔みたいに一緒に戦おうよ。こんなチャンスめったにないんだから。ちょっと待て、俺がいつ君と一緒に戦ったって言うんだ？思い出そうとしても無駄だよ。未来の話だからね。だったら昔みたいにとか言うなよ。ややこしいな。つくも玉木の戦闘任務への参加申請を受け付けました。つくも玉木の直属の上官が変更されたため、ステファニー博士が申請を受け付けました。ようこそダニューブ予備ナビゲーターつくも玉木さん。ステファニー博士。いいから行かせてあげて。ほら、博士もああ言ってるじゃない。私とダーリンの関係を認めてくれたみたいね。結局2人でグルになってからかってたんだろう。私つくも玉木は大勢のヒロイン候補たちの中からメインヒロインの座を勝ち取りました。妄想が現実になるとは限らないぞ。博士、なぜ彼女の戦闘を許可したんですか？予備ナビゲーターを戦場に出すなんて、彼女にとってもドライバーにとっても危険です。彼女のためだよ。それに未来予知に興味もあったしね。問題ないよね、メインヒロインさん。試験の結果が疑われてるみたいだから、これを2度目のテストにしようか。なるほど、ヘラクレスの12の試練みたいに証明しろってわけね。奇妙な未来予知。何が起きたのか現時点で
つくもたまきがいるはずはないのに。